小坊主です。本日お作りするのは無限コールスローサラダです。材料は結構シンプルで、どこの家庭でも使うような食材で作るんですけど、本当にね、無限に食べれます。食材の野菜の甘みだったりとか、レモンの酸味、あとは多少ちょっと砂糖とかお塩とか調味料の味も加わっていくんですけど、自然な食材の甘みを生かしたサラダなんで無限に食べれるレシピでございます。ということでコールスロー作ってまいりたいと思います。ごぼうずクッキング。はい、ではまず最初に玉ねぎを切っていきます。玉ねぎ今日は半分かな、半分でもこれ4分の1でも大丈夫です。今日は繊維に沿って切っていきます。で玉ねぎは、1回水で洗ってさらす必要はないです、今回は。でここにキャベツとかも入れていくんで、はい、キャベツです。今日は4分の1使うんですけど、皆さんね、こっちで4分の1だと思うんですけど、一般的には。僕一般的じゃないんで、ちょっとこっちで4分の1でやっていきます。今見えやすいようにこっちから切ったんですけど、こっちから切った方が切りやすいんで、ちゃんと置いてこう切りましょう。でこうすると、この切り方何がいいかっていうと、この下半分芯がついてる方ですね、こっちが硬いです。硬いので加熱調理向きで、こっちの上半分は葉っぱが柔らかいんで生食向きだと僕は信じてます。でここの残った芯をちょっと取って、これをザクザク切っていきます。今日はなのでこの柔らかい方の上半分を使います。でちょっと太めの千切りで僕はいつもやってるんですけど、千切りは私得意よって方は細めの千切りでも美味しいです。太さはもう好みなんで。でこの後調味料でしんなりするんで、結構太くても大丈夫です。こんな感じでね、あっという間にキャベツの4分の1が切れるんですけど、この切り方、キャベツ自体も安定するんで、切りやすさも結構切りやすいのかなと思います。はい、あと人参です。千切りにしていきます。これもスライサーある方はスライサーで全然大丈夫です。まず油をなじませてください、一番最初に。でこれ僕はいつもサラダ油とかでやってるんですけど、オリーブオイルじゃない方がいいと思います。オリーブオイルだとちょっと香りが強くなりすぎて、ちょっと無限に食べるのしんどくなっちゃうんで、できれば香りの少ない油を使ってください。かなりちょっとね、ボールがパッツンパッツンパッツンでちょっとしんどいんですけど、しんなりしてきてかさが減るんで大丈夫です。油が全体になじんだら、あとはお砂糖です。お砂糖と塩、あとは胡椒
胡椒は黒胡椒でも白胡椒でもお好みの方を使ってください。はい、塩と砂糖、胡椒を入れたら、あと酢ですね。お酢を入れます。と、あとレモン汁。と、生のレモンを必ず使ってください。と、これかなり味の決め手になります。と、絶対に生のレモンの方が美味しいんで、生レモンを使って作ってください。で、味がまとまっていいなと、美味しいなってなったらトウモロコシを入れます。トウモロコシ最初の方に味決める前に入れちゃうとちょっと潰れちゃったりとかして、せっかくの食感が悪くなっちゃうんで。はい、こちらで完成です。こうしてる間にもかなり水分が出てきて、なんだろう、イメージほんと洋風の浅漬けみたいな感じになってくるんで、下の方からその調味料ごとね、ちょっと汁気も一緒に盛り付けてあげると美味しいと思います。はい、完成です。では食べていきたいと思います。いただきます。おいしい。レモンの香りとお酢の程よい酸味。これレモンだけだとちょっと香りばっかりが主張してくるんで、必ずお酢も併用してください。で、お塩と砂糖が野菜の甘みを引き立てててとっても美味しいです。コンカン、あとコンカンでも美味しく作れるんで、ぜひね、トウモロコシ茹でるのめんどくさ小坊主はっていう人はトウモロコシじゃなくてコンカンで作ってみてください。はい、といったわけでね、無限に食べれるコールスローサラダ、マヨネーズも使わずにね、ちょっとあっさりな感じなんで、夏バテ防止にもぜひ召し上がってください。ご視聴ありがとうございました。